こんにちは、皆さん。今日は非常に興味深い実験を行ってみました。大人気のアニメワンピースをベースに AI がどんな物語を紡ぎ出せるのかを試してみるんです。大まかな設定だけは AI に教えましたが、それ以外の編集は一切していません。人間の創造性に AI は及ぶことができるのでしょうか？さあ、一緒にこの驚きの結果を確かめていきましょう。第一章不明な島。闇の痕跡。海はサファイアのように美しく、その広がりは目に見える限り無限であった。太陽が沈むにつれ、波が金色の冠を身にまとい、優雅な舞を踊っていた。その美しい背景の中で、モンキー・D・ルフィと仲間たちの船は名もなき小島に近づいていた。この島は世界地図上でほんの一粒であり、大海洋の奥深くに忘れられたオアシスである。船から上陸すると、島の雰囲気が肌で感じられた。空気が何か言葉にできないもので重たく、遠くに広がる緑豊かなジャングルも、何か過去の悪しきものから身を縮めているかのように見えた。ルフィは、彼の特徴的な麦わら帽子、赤いベスト、青いショートパンツを身につけて、最初に砂浜に足を踏み入れた。彼の若々しい顔には、いたずらっぽい笑みが広がっていた。その後を追うように、仲間たちも上陸した。ゾロは腰に剣を携え、ナミは航海術の道具を持ち、サンジは黒いダブルブレストのスーツを着用していた。それぞれがユニークであり、その役割と特性は長い旅路の歴史に刻まれていた。みんな、感じるか？ルフィは周りを見回しながら話した。この場所なんか歴史を叫んでるような気がする。ゾロは顔をしかめ、無意識に剣の柄に手をかけた。ああ、お前がここに来る途中で取った曲がりくねったルートと同じくらいねじれている歴史があるのかもな。波はため息をつきながら、地平線を探るように目を走らせた。ここは一体、何があったんだろう。ただの普通の島じゃないわ。今まで静かだったサンジが、ようやく口を開き、その声には不穏な感情が混じっていた。いくつかの場所は、傷のようなものだろう。歴史を開いた傷として身につけて、世界が動き続けても、真に言えることはないんだ。この島は確かに傷のような存在であり、語りたがっているが赤スノをためらっている歴史の重みを持っていた。ルフィたちはその不穏な遺産に足を踏み入れていることを知っていたが、彼らは未知なるものには慣れていた。一行は島の中心に向かって歩き始めた。失われた文明、深緑のジャングルが次第に明けていくと、その先には不思議な景色が広がっていた。奇妙な形をした巨大な石像、草に覆われた古代の遺跡、そして天空に向かって立ち上るような高さの壁画。明らかに、かつてはこの島で栄えた文明があった。太陽が遺跡に光を当て、石像の影が幾何学的なパターンで地面を覆い始めた。美しさが残る一方で、何がその衰退を招いたのか、その手がかりは一切見当たらなかった。ゾロは一つの石像に近づき、その表面を手でなぞった。石はひんやりとしており、何世代もの歳月を感じさせた。彼のいかつい顔は考え込むような表情をしていた。なんだ、この場所は？ゾロがつぶやくと、サンジが一歩前に出て、石像を見上げた。美しいと思わないか？サンジはタバコを口から外し、言った。でも、美しさだけじゃ説明がつかないよな。この島はかつて何か重大な出来事に巻き込まれた。だがその一部始終は、この風にさらされて消えていったんだろう。ナミは地図とコンパスを広げ、頭を振った。衛星画像や航海地図には何も出てこなかったわ。全くの未知の領域。ルフィは笑顔でみんなに話しかけた。だから冒険なんだよ。何があるかわからないって、ワクワクしないか。ワクワクはするが、この場所には油断できない何かがある。サンジは地面に落ちた古い器物のかけらを拾い上げ、手のひらでそっと触れた。その瞬間、サンジの顔色が変わった。何か見つけたのか？波が尋ねた。いや、サンジは言葉を慎重に選ぶようにした。ただ、この破片が語る歴史は、一筋縄ではいかないようだ。私たちは気をつけた方がいい。
仲間たちはサンジの言葉に耳を傾け、その警告に重きを置いた。この島の失われた文明は、ただ消え去ったのではなく、何か深刻な事態によって姿を消したのかもしれない。その事態が何であるか、まだ誰にもわからない。しかし、それを解明する鍵が、この不気味な遺跡のどこかに眠っているのは確かだった。サンジの不安。サンジはタバコの煙を遠くに吹き飛ばした。黄昏た空に紫色の雲が広がり、いつもより一層重い空気が感じられた。彼の顔には不安と納得が交錯していた。その目は、過去に見たことがあり、そして今この島で感じるものに向けられていた。サンジ、どうしたんだ？何か気になることがあるのか？ルフィが食い気味に尋ねた。サンジはしばらくの間、言葉を探していた。最終ジェオックに、彼はタバコを地面に押し付けて消し、口を開いた。この島には何か悪しきエネルギーが漂っている。私の感じるこの不安は、単なる気のせいではない。お前、いつから霊感があるんだ。ゾロは皮肉っぽく笑った。サンジは顔をしかめた。霊感とは違う。ただの直感だ。でも、直感がこのような場所で必要なのは、それが事実に近づくためのコンパスだからだ。ロビンは一歩前に出てきた。彼女の目は普段よりも真剣だった。過去の歴史、特に失われた文明には、その消失の理由がしばしば隠されている。私たちが今、この島にいる理由はもしかすると、その謎を解く鍵になるかもしれない。だから何だって言ってるんだ。ナミは不安げな顔で問い詰めた。だから、サンジ君の不安は無視できない。ロビンは静かに答えた。それがこの島の何かに繋がっている可能性がある。ルフィは真剣な顔でみんなを見回した。それなら、この島の謎を解き明かすしかないな。仲間たちの安全がかかっているんだ。サンジはルフィに感謝の意を示すような微笑みを送った。しかし、その心の中は揺れ動いていた。この島には確かに何か重い歴史があり、その影響を未だに受けている。サンジ自身の過去とこの島がどう関係しているのかはまだわからない。だが、一つ確かなことは、この島で起こる出来事が、彼自身にとっても重大な意味を持つことだった。謎の女性、一行が島をさまよいながら、紫色と黒のグラデーションが空に広がっていった。その時、水面に映る月明かりが照らす先に、一人の女性が立っていた。彼女の名前はリーナ。銀色の髪がそよ風に揺れ、緑色の瞳は深い森のように神秘的だった。長い白いドレスは月光に透け、一層その身を際立たせていた。おや、こんなところで何をしているんだ。サンジは紳士的な口調で尋ねた。リーナはしばらくの間、彼らをじっと見つめていた。最後に、私が何をしているのかは重要ではありません。より重要なのは、あなたたちが何を探しているのか、です。と言った。ルフィは好奇心いっぱいで近づいていった。僕たちはこの島の謎を解明しようとしているんだ。リーナは微笑んだが、その笑顔には何か重たいものを感じさせた。この島には確かに多くの謎があります。しかし、その答えが必ずしもあなたたちにとって良いものであるとは限らない。ゾロが不快そうに剣の柄を握った。言いたいことがあるならはっきりと言え。リーナはゾロの肩を向き、謎を追い求めることは、時にはパンドラの箱を開けるようなもの。中には望ましくない真実も含まれています。ロビンが口を挟んだ。しかし、無知は幸福であるとは限らない。知識がもたらす重みを受け入れる覚悟が私たちにはあります。リーナはロビンの言葉に少し驚いたような表情を浮かべた。そして、少しだけうなずいた。それならば、あなたたち自身で見つけ出すべきです。リーナがその場を去ると、一行は互いに顔を見合わせた。この女性リーナは何か大きな秘密を抱えているようだった。その目に映るものは過去の痛みか、それとも未来への警告か。しかし、その答えを出すのは、おそらく彼女自身ではなく、島そのものだろう。第2章闇の真実。リーナの告白。不気味な森の中、一行はついに古い石造りの建物にたどり着いた。
月の光が窓枠からこぼれ、その中でリーナが待っていた。部屋は廃墟と化しており、何世代も前の遺物である本や器具が乱雑に散らばっていた。来てくれたんですね。リーナは床に座り、一行に対して手を招いた。話してくれるのか？波が疑い混じりに尋ねた。リーナは深くため息をつき、遠くを見つめた。この島はかつて、人体実験が行われていた場所なんです。一行は驚愕の表情を見せた。サンジがタバコを吸いながら口を開いた。だからあの不気味な雰囲気なのか？はい、過去には失敗作とされた人々が島に閉じ込められ、狂気の研究が行われていた。その影響は今も消えていません。リーナの声は震えていた。それで、お前は何者なんだ？ゾロが剣を抜こうとしないで尋ねた。リーナは一瞬、痛そうな表情をした。しかし、すぐに顔を上げ、私はその研究者の末裔です。何？ルフィが驚いた。私の祖先たちはこの島で多くの罪を犯した。その負の遺産を背負い、私は生きています。リーナの瞳は、遠い過去と現在、そして未来にまたがるような複雑な光を放っていた。でも、なぜ僕たちに話すの？波が疑問に思った。リーナは静かに答えた。あなたたちがここにいる以上、この島の過去と未来が交錯する可能性がある。だから、真実を知る権利があると思いました。一行は沈黙し、リーナの言葉を消化する時間を求めた。彼女の告白は、ただの歴史以上のものを彼らに問いかけていた。それは倫理と運命、そして人間の選択についての根源的な疑問であり、答えを見つけ出すのは容易ではなかった。独裁者の影、月の光がどんどんと薄くなり、夜が更けていく。一行はリーナの言葉に対して不安と疑念でいっぱいだった。ルフィがふと尋ねた。その独裁者って何を研究してたの？リーナは一瞬迷った後、目を閉じて口を開いた。人の心、とでも言いましょうか。彼は人間の業を物質化できると信じていた。つまり、善悪、愛憎、すべてを一つの核に凝縮することができると。サンジはタバコを加えながら微笑んだ。だからこそ、この島は何かおぞましいオーラに満ちているんだな。正確には、それが凝縮された核が島の至る場所に埋められている。リーナの言葉には、痛みとともに重い責任が感じられた。ゾロが口を開いた。それを掘り出して、何かに使おうというのか。リーナは首を横に振った。いえ、その技術は失われました。でもその核は今も島に眠っていて、何かを引き寄せる力があるようです。ロビンはしばらく沈黙していたが、ようやく言葉を発した。それはつまり、この島自体が巨大な実験場であり、そしてその結果生まれた核が新たな実験、新たな罪を呼び寄せているというわけですね。リーナはロビンの言葉にうなずいた。その通りです。そしてその呼び寄せられたものが、あなたたちなのかもしれません。一行はこの新たな事実にしばし無言であった。その瞬間、島自体が彼らに何かを試すかのような気がした。そしてその試練には、ただの冒険以上の何か、深くて重い意味があることを、彼らは感じ取った。ゾロとロビンの対話。夜の海風がゾロの3本の刀とロビンの黒いコートを軽く揺らした。二人は少し離れた場所で独り言のような会話を交わしていた。この島の歴史、気に入ったか？ゾロが鋭い目つきで尋ねた。気に入るかどうかという問題ではないわ。歴史は常に教訓となるものよ。ロビンの顔には慎重な表情が浮かんでいた。ゾロは石に腰を下ろし、ふと空を見上げた。星々が瞬く夜空は、過去の痕跡と未来の約束を同時に見せてくれる。ロビンも同じ空を見た。それは言い得て妙ね。星はその光で多くを語り、しかし何も語らない。まるでこの島のように、島が人々の技で満ちているなら、星々はなんで満ちているんだろう。ゾロが言葉に深い哲学的疑問を込めた。ロビンはしばらく考えた後で答えた。星々は無数の可能性と選択で満ちている。そしてその一つ一つが独自の歴史と未来を作っているのよ。ゾロは刀の一つを取り出し、
その葉に星の光を映しながら言った。選択とは刃のようなものだ。一度振り下ろせば、その後に何が待っているかは誰にもわからない。ロビンはゾロの言葉に微笑んだ。だからこそ、その葉をどう振るうかが重要なのよ。それが個々の哲学と道徳に影響を与える。ゾロは刀を鞘に戻し、深くうなずいた。その通りだ。だが、この島のように選択を奪われた者たちはどうすればいい？ロビンはその問いに即答できなかった。その沈黙は星々が瞬く夜空と同じく、多くを語りながらも何も語らない。星々の光は突然の暗黒に飲み込まれた、夜の静寂が破られるような出来事が一行の前に立ちはだかった。彼らの前に現れたのは、白衣に身を包んだ謎の集団、元研究者たちだった。研究者のリーダーは、世にも奇怪なガジェットを多数携え、その顔には高度な知識と危険な哲学が交錯するような表情が広がっていた。ようこそ、未来の実験体たちよ。リーダーの言葉は毒々しく、その目は冷徹な計算と狂気が混じり合っていた。サンジはタバコをくわえ、彼らを見ながらつぶやいた。一体、何の実験をするつもりなんだ。人間の技を物理的なエネルギーに変える、それが我々の研究だ。リーダーは狂気に満ちた笑みで答えた。業をエネルギーに、それは何を意味するんだ？ゾロが刀を抜きながら尋ねた。リーダーはゾロの質問に深くうなずいた。人の心の闇、それが無尽蔵のエネルギー源となる。悔い、怒り、欲望。これらを探求することで、我々は究極の力を手に入れるのだ。ナミはその話に恐れを感じたが、懸命にもその心の中で計算を始めた。そんな力、一体何に使うつもりなの？リーダーは手を広げ、天を指さした。星々よりもはるかに強力な力を持つ者が、この世界を変える。そのためには、お前たちのような実験体が必要なのだ。この瞬間、一行は冷たい真実と危険な哲学、そして迫り来る危機に直面していた。星々は再び輝きを取り戻し、その光は暗黒の研究者たちと一行の未来に何をもたらすのか、ただそれだけが問題だった。前半はここまでです。いかがでしたか、皆さん。これまでの AI の物語、面白かったでしょうか？次のパートでも、さらに驚きの展開が待っています。もし気に入っていただけたら、チャンネル登録と高評価、お願いします。